はいどうも、しのさんちのあおいちゃんです。同じく、あかねです。今回は予告通り、コメント返信会だよ。本編見てない方は、ぜひ見てきてくれると嬉しいな。映像は、前回カットした部分を流しておくで。さて、まずはお礼から、これまでの本編のご視聴、ありがとうございます。ありがとな。ニコニコのいいねや新規フォロー、YouTube の高評価やチャンネルフォローも何件かいただけて、嬉しい限りです。今後もどんどんやっていくので、ぜひ応援のほど、よろしくお願いします。ってことで、早速、コメ返しに入ろうか。まず、全動画共通のコメント。おつ、ありがとね。じゃあ個別のコメント。まずは、売れはい時系列考察動画から。あ、それもやるんか。そりゃもちろん。他の可能性を捨てない姿勢は、やっぱり研究者向きだな。考察で、自分の考え以外の可能性を出したところだね。自分の考え以外の可能性を追求した理由は2つ。1つ目、自分の考えが 100% 合ってるとは思ってないから。自分が絶対正しいって思うと視野が狭まっちゃって、それが嫌でね。まあ、考察する上でその考えは良くないわな。理由2つ目は、そもそも考えるのが好きだから、1個に決まっちゃうと、もう考えられなくなっちゃうじゃん。にしては、ティアキンの考察結構偏ってる気するけどな。ああ、実は動画に入れれてない考えもあって、ちょうど後で触れるよ。ちなみに、やっぱりってのは、ちょっと宣伝になっちゃって申し訳ないけど、今中断してる初見、外部情報禁止のマイクラ実況でも言われたことがあってね。多分、そっちも見てくれてる視聴者さんだと思う。ここから、パート1にいただいたコメントだよ。天空の文明と聞くと、ドアプリのおばちゃんがちらついて笑ってしまう。わかる。そして、アイテムとして優秀という。ブレワイシリーズは、ガンダムシリーズの単影的な作品ではないかと妄想してる。これなんだけど、実は僕、ガンダムミリ集なんだよね。というわけで軽く調べてきた。ここからガンダムのネタバレ注意。注意喚起、いるんかな？わからん。ガンダム単影なんだけど、どうやら他の全ての作品より未来に位置するみたいだね。で、どの作品も単影に繋がってる。つまり、こっちで例えたら統合説ってことか？少なくとも僕はそう解釈した。ここら辺は後でもう一個似たコメントいただいてて、それも踏まえて今回の後半で深掘りしてみようか。服がなければ即死だった。服のおかげでハート3個残ったのか。続いて、パート2にいただいたコメントだよ。かわいい。ありがとう。そう言ってもらえると嬉しい。前作の第一より過酷です。過酷、というか、できることが多すぎるのが個人的にきつい。あと、第一に比べて結構隅々まで足が向かう設計になってたイメージかな。ブレワイからティアキンのルートは他のシリーズから独立してて、なおかつ全部のゼルダの伝説から繋がってる説。さっきの統合説だね。詳しくは動画後半で。ここからパート3だよ。まさか全部集めるおつもりですか？ピコログの話、最終的には集めたいけど、動画にはしないと思うよ。え、なんで？完全に作業動画になりそう。ああ、なるほど。あ、コロクについてはこんなコメントもいただいてるで。今回4桁とか嘘でしょ。まあ、そうだな。ラウルが前作のハイラル王的ポジションって言ったところだね。これ、もらった時はなんか意味深なコメントだな程度だったんだけどね。この編集時点でもうパラセール入手までは進めてたな。まさか本当にハイラル王だとは思わなかったよ。そうね、とりあえず地上に降りないと。時の神殿について情報が足りないって話のところ。時の神殿に限らず、まだ情報が色々と少ない。やっぱ情報をかき集めるなら、メインストーリー重視で進めるのがええんかな。それはそうだけど、もしかしたら前作の記憶集めみたいなのもあるんじゃないかなって思ってる。もしそれがあったら、できるだけ優先しようかな。どんどん行こう。パート4だよ。ヒント、マップの洞窟マーク。迷いの出現場所についてだね。言われて確認して気づいたんだけどさ、迷い倒すとチェックマークつくんだよね。ってことは、全洞窟に迷い1体ずついるじゃん。頑張れ。天井イコールトーレルーフの意識でいけるやろ。これ、慣れるまでは相当強く意識しておいた方が良さそうだね。重要な手がかり、飛び降りる直前に見つけた地上絵みたいなやつ。さっき言った記憶集めの代わり、これ巡りになりそうかなって予想してる。なんか根拠でもあるん？いや、これは単なる直感だね。一箇所だけか複数あるかもまだわからないけど、もし複数あるなら、巡って異物的なものを集めて、情報が手に入るとかありそう。これも、歴史改変の結果。そうか、ブレワイの時にはなかったからそうかも。スティーブ一族だって、どんな高さから落ちても1メートル四方の水たまりがあればノーダメだし、普通。空島から飛び降りても着水がノーダメだったインクくんの件。そういえばマイクラもそうだったね。個人的には使うの後だと思ってる。理由はムービー見れば察してくれるかと。その意見に同意する。なぜなら、あれが全く出てこないからな。姫様の飛んだ先に関するコメントだね。実は、
現時点でスカオの後でいいかなって思ってる。その理由は、まず、考えられる姫様の飛び先の時代は2つ。ラウルが初代ハイラル国王本人ってのは合ってると仮定して、1つはスカオ直後の建国あたり。コメントの通りやな。で、もう1つはリンクの冒険の後。なんでそこなん？一度ハイラルが滅んでもう一回建国した可能性があって、その初代だったらここの可能性がある。けど、この場合、初代ゼルダ姫の悲劇が残ってるとは考えにくくて、スカオの直後に絞り込めるかなって感じ。コメント的に情報出そうだから、その時に改めて考えてみようか。いい雰囲気の実況、ありがとう。めちゃくちゃ嬉しい。これでもかって収集要素があるぞ。一体、どれだけ時間が取られるのか。まあ、収集要素は動画にせず、個人的に楽しむと思う。作業ばっかり垂れ流すことになりそうやしな。コメント返しは以上。本当にありがとね。今後も4回本編やったら1回コメ返ししていくから、コメント待ってるで。さて、じゃあ、途中で触れてた時系列の統合説について見ていこうか。従来のゼルダ史は前提知識とさせてもらうよ。ブログでまとめてるから、知らない方はそっちで確認してな。概要欄にリンク貼っておくよ。じゃあ本題、統合説についてあれこれ考えていくよ。率直に聞くけど、統合説あると思うか？あるよ。新時系列説と同じくらい可能性高い。とはいえ、おそらくコメントしてくださった方が考える統合説とは違うと思うけどね。じゃあ、新時系列説と統合説、どっちの方が確率高そうなんや？どっちか、じゃなくてどっちもだよ。当然、どっちか片方だけなんて縛りはないからね。なんでそう考えたか、順番に話そうか。前提として、新時系列の単調は合ってると仮定する。それと、実はコメント返信部分と編集日が変わっててね。その間にプレイを進めて、地上絵も見に行ってる。そこで手に入れた情報も先に使わせてもらうよ。どんな情報なん？地上絵が、天変地異と共にいきなり出現したって情報。まさに歴史改変だね。それって、新時系列の根拠では？当然そっちの根拠でもあるけど、それだけじゃない。というか、一個考えを見逃してたことに気づいた。直前に気づいてめっちゃ焦ってたもんな。それはいいの。新時系列の単調が前例あるって話はパート2でしたよね。時の勇者勝利、子供時代ルートやな。そこで質問。その分岐元になった時の勇者勝利、大人時代ルートから、子供時代で起こった改変が観測できたかな？いや、できてないな。そう、本来であれば、新時系列が生まれたところで、元の時系列からそれを観測することはできない。ここで、ティアキンは姫様が過去へ飛ぶ前からゲームが始まって、そのまま続いている。そして、歴史改変が起きてるってことは、それがそのままの時系列で観測できている。例えると、新時系列側が子供時代ルートと同じ立ち位置で、リンクがいるのが大人時代側の立ち位置。なるほど。新時系列が誕生したってのがわかるのがおかしいってことか。その通り、その矛盾を解消するためには、時系列が統合したと考えざるを得ない。そこはわかったんやけど、二つ質問か？いいよ。何？まず1個目、統合したタイミングは姫様が過去へ飛んだところ、言い換えれば天変地異の時ってことか？そこで色々備う文明関係のものが出現したらしいからね。2個目、全部の時系列が統合したん？そこはわからない。少なくとも今言えるのは、ティアキンがもともとあった時系列と、新しい時系列の2つは統合してる。もし他の時系列も統合してるのであれば、従来のゼルダ史におけるその時系列の証拠が出てくるはず。例えば、ティアキンの元が敗北ルートだとして、勝利子供ルートの証拠とかが出てくるってイメージ。それがプレワイにないものなら、相当有力な根拠になるね。すまん、1個追加。これまでの話やと、ティアキン冒頭は統合前ってことになるけど、そうすると、封印戦争の違いはどうなるんや？そこが、まだ考えを詰めれてない。無理やり都合を合わせるなら、伝承されてるうちに時が経って指す内容が変わったとかかな。なるほどな。とりあえず、今僕が持ってる情報だとこれが限界かな。いや、開始に3時間くらいの情報でこれは十分やない？まあある程度筋は通ってるかなとは思うけど、当然 100% じゃない。今後もどんどん情報出てくるはずだから、それも含めて考察は続けようか。さて、時間もちょうどいいし、今回はこの辺りで終わりにするよ。次回から、いよいよストーリー進んでいくで。さっきも言った通り録画は終えてて、パラセール入手と地上絵巡り開始まで進めるよ。メインストーリーいかんの？地上絵が考察の要素として重要すぎるから、可能な限り優先したい。マスターソードの手がかりとかもあったら嬉しい。そううまくいくんか？いかないと思う。ってのと、そろそろグリッチ技も見ていきたいね。パラセールまで揃えば、大体は検証できそうやな。じゃあ、次回もお楽しみに。またな。ここまでのご視聴ありがとうございます。
もしこの動画を気に入ってくれたら、高評価、チャンネルフォローもポチポチっとよろしくお願いします。また、SMS もやってるので、良ければ覗いていってください。では、また次回お会いしましょう。またね。